もっと言えたはずなのになっていうのも言えなくなったりして。雨か。
説明会入館長靴忘れて持ってってよ。アイソックはいい？明日持っていくよ。ね、いいよ。確認してよ、忘れ物ないか。宿題入れた？宿題はもう長靴入ってる？上靴入れて、上靴なかったらトイレ行けなくなるよ。トイレ我慢できる。上靴入れてよ。はい。よし。してもいいですか？見ていい？今日は漢字辞典って書いてあるよ。出ていった？ロテちゃんのご飯も待って。待ってね。少なついでにうちはもうSo good, baby. So good, so good. Every single day, but I wanna be with you. Baby, take my hand, hold it tight, just like you do. Feels so good, so good. When I wake up in the morning and I see your face,よし。はい。お座り、お手、おかわり、伏せ。待ってよ。待ってよ。よし。よし。
散歩行く人。こんにちは。今日よろしくお願いします。はい、久しぶりですね。はい。じゃあまずはお子様紹介からよろしくお願いします。はい。はい。はい。ありがとうございました。はい。はい。今日はありがとうございました。はい、また、はい、お話できるの楽しみにしてます。では、はい、ありがとうございます。失礼します。はい。どっちがいいですか？90か。まあ、いっか。90でも。あれかな。そのチョコの方が好き。これ全部出したん？いや、1個残ってる。食べる？ポクティ？うん。よし。お、こんな感じだな。これ青やん。これこういう感じ。うん。いいんじゃないか。で、今度は？うん、大体。どうすればいいの？ほら、カイト、抹茶。ほんと抹茶。
朝日はご飯お腹空いてないんかね。お、美味しそうな南蛮でございます。完成。公園で珍しく遊びよったね。そういえば。そうそう。これめっちゃ笑ってなかった。木曜日に買いに行く。お母さんが買っとけばいい？おやつ。遠足に持っていくおやつ。ああ。お母さんが買っとけばいい？それとも木曜日夜買いに行く？いや、火曜日の明日、明日？コスモとか、ドンキとか、イオンに回る。そんなに巡るん250円まで250円。今の時代250円って何が食べれるんでしょう。ポテチ買えんやん、ビッグサイズちょっとバレん。なんかルール守って。うどんとうん米と野菜。うどんと米と野菜？うどんも米も出たん？そんな？米とうどんをおかわりした。炭水化物パラダイスやん。そう。おかずは何なん？おかずはなんかうどんにかけるやつみたいな。ああ、なるほどね。お肉？なるほどね。今日テストしたよね。テスト？テストした。何のテスト？算数。小数点？交流級で5年生のクラスで新級でどうやったん？普通に結構80点ぐらい。そう朝日にちょっと言いたいことがあるんだけど、都道府県を覚えてほしいです。じゃあまず九州からしよっか。だって朝日が住んでる九州やんね。7個覚えよう。とりあえず全部覚えようと思ったら大変やけん。だってね、朝日聞いて。人生で大事なのは4年生までの勉強が大事だよ。4年生までに習う勉強は人生において大事な勉強になる。つまり都道府県は4年生の時に習ったやろ。だから都道府県は朝日が生きていく上で絶対必要なことよ。だから卒業までに覚えればいいと。わかる？そんなに今すぐ覚えろとは言ってないよ。だけど朝日の人生において大事なことだけ都道府県を一緒にゆっくりと意見を覚えていこう。わかる？すぐに覚えろとは言ってないよ。例えば卒業するまでに覚える。あと2年ある。ラテちゃん。ラテちゃんじゃなくて話聞いてる？小遣いはもらえるよ。小遣いは、もらえる。だからお母さんプリントあるから後で持っていってあげる。九州ね。九州覚えてね。
どこからするの？北海道のもうじゃあ1から7までワンチャンいける。おでじゃあ今からテストして朝日がどのくらいわかるかっていうテストです。いやーもうこれぐらいしかわかんない。いやー大体全部当てたらちょっと待ってよ。島根県宮城さあ市。福島県正解。よいしょ。福島県は行った40番福岡正解。佐賀。よしよいしょ。 1,2,3,4,5問正解。5問か。絶対そんな思いつかん。お笑い係って何すると？金曜日のスキルアップうん。なんかコントやるよ。でしたら布団が布団だり寒いやろって言って。朝日くんはお笑い係なんですね。へえ。楽しみ。はい、ということで今回も動画最後まで見てくださった方ありがとうございました。ちょっと子どもたちが寝ているのでひそひそとお話しさせていただくんですけど、動画を振り返りながらちょっと最近の様子をお話しできたらいいなというふうに思います。新学期が始まって、最近は、朝の様子はあんな感じで、登校しぶりみたいなものはないんですけれど、4年生の時の通知表で忘れ物の欄に三角があって、やっぱり忘れ物に関しては、実際忘れ物すごくありますし、私自身もちょっと確認をできてないこともよくあって、忘れてるっていうことがよくあったんですね。で5年生になっても結構体操服を持って出かけたんだけど送迎の車の中で忘れたりとか、そういうこととかもまだまだあって、で、新学期2回ぐらいもうすでに荷物を学校に持って行ったっていうことがあったりして、とにかく忘れ物を少しでもなくしたいなと5年生はそういう目標を掲げています。前回の動画でも悩みをお話ししたんですけど、スマホを扱う時間がすごい長いなっていうふうに思っていて、でそれが夜だけじゃなくて朝も起きたらなんかご飯食べずにスマホでなんかゲームしたりとか動画見たりとか、そんな感じで過ごしてるんですね。だから荷物もちゃんと準備していないのにスマホをいじったりするから、それが私もちょっと朝からイライラするところがあって、準備終わったって聞いても終わったって言うんですよちゃんとやってないのに終わったって言うんで、それでちょっと結構朝から、揉めることというか喧嘩になることがあって、結局私がチェックしなきゃいけなかったり、学校にまた届けることになったりっていうことで、結構なんかちゃんと準備してないことに私自身もちょっと腹立ってしまって、朝日と喧嘩になるじゃないけど、なんか5年生になった朝日は注意する私に対して結構もう反抗的とまではいかないんですけど、
こう無視していくみたいな、そういうのが最近ちょっと見られるようになって、ちょっとこう成長期に入ってきたな、また次のステージに入ってきたなっていうのを感じつつ、でもちゃんとこう伝えなきゃいけないこともあってみたいな感じで、関わり方がまたちょっとこう難しくなってくるなっていうのを感じています。スマホの問題、そして朝の準備の仕方とか、私もちょっとこうお弁当作りが始まってバタバタしているっていうのもあって、ちゃんとこう準備を見てあげれないところもあったりするんですよね。こんな時離れて暮らす夫がいてくれたら、なんかね、もうちょっとこう声をかけてくれる人がもう一人いるだけで、忘れ物をしなくて済むのかなとか、なんかそういうことを思ったりとか。で、動画の最後で都道府県のこともちょっとこう最近朝日と話してるんですけど、支援級に在籍はしてるんですけど、私の中では4年生までの学習っていう点ではしっかり身につけてほしいっていうふうには思っていて、で朝日にも都道府県4年生で習う学習だから、やっぱりそこはちゃんとこれから朝日が生活していく上で都道府県してた方がいいと思うよっていう話はしたんですけど、4年生の最初都道府県始まって、なんかパズルやってみたりカルタやってみたり、なんか本買ってみたりって、私もなんか興味を持ってもらえるように最初は頑張ってたんですけど、秋ぐらいからはちょっとこう引っ越しの準備とか、家を整えることにちょっとこう時間を取っていたというのもあって、それで都道府県、私家でこう見てあげたことがそれ以降なかったので、順調に覚えていってると思っていたんですけど、順調どころか逆にこう忘れていってるみたいな、もっと言えたはずなのになっていうのも言えなくなったりして、で本人もいやもう都道府県いっぱいありすぎて俺には無理みたいな感じで、結構もう苦手意識ができてしまって、そこからどういうふうに脱出しようか、少しでもせめて九州だけでもとか、なんかこう自分の生活に関係する県だけでもとか思うんですけど、改めてちょっと一回テストしてみたらやっぱり5個ぐらいしか分かっていなかったから、ちょっとこれはやっぱり家でもうちょっとしなきゃいけないなと思って、ちびむすドリルっていうサイトから都道府県の問題をプリントアウトして、これから朝日とちょっとずつでいいからやっていこうということで、今すぐにできなくてもいいから6年生卒業するまで、いや中学校卒業するまででもいいからちゃんと覚えようねっていう話はしていて、で私も都道府県ちょっと怪しいところが一緒にお母さんも覚えるから覚えようねっていう話はしていて、もう5年生にはなったんですけど、ちょっとこう4年生でちゃんとできていないところを改めて振り返って、漢字もそうですし、そういった都道府県とかもちゃんと学習家の方でちょっとフォローしていこうかなと今年は思っています。はい、そんな感じで今週は朝日と過ごしたので、ちょっとこう朝日も意識を持って都道府県ちょっと覚えてもらえたらいいなって思っています。はい。ということで最近の我が家はこんな感じで過ごしております。ワンオペでその都道府県も私がこう家事をしている間とかに、夫がいたらその間ちょっとこう見てもらえて、一日一個でもこう覚えさせることができるのかなとか思うと、やっぱり一人ではちょっとこうなかなか対応の難しさというか、私もちょっとそこまでできないなって思うこともいっぱいあったりして、夫がいてくれたんだろうなって思うことは最近よくあります。自分自身もやっぱり体力の衰えとかそういうのもやっぱり感じつつあるので、
やっぱり一人でそうやって3人見るの大変だなと思う新生活です。特に4月は高校、中学、小学校のそれぞれの行事があったり、それぞれの面談とか懇談とか保護者会とか PTA とかもういろんなことがあって、その時にやっぱり夫が近くにいてくれたらいいななんて思ったりしますね。私もちょっといっぱいいっぱいになったらちょっと夜泣きそうになったりするんですけど、でもね、大変なのは自分だけじゃないので、大変ですけど新学期皆さん頑張っていきましょう。なんか泣きそうになってきたっていう感じで過ごしております。我が家も頑張っていきたいと思いますので、皆さんも一緒に子育て頑張っていきましょう。それではまた次回の動画でお会いしましょう。おやすみなさい。